こう伸ばすことで繰り返しなんですけど、この地点がね、飛車の弱点なんですけれども。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中俊一です。今回はですね、将棋ウォーズで指しました対局の解説編をお届けいたします。本局私は後手番ですのでね、先後に逆になりますが楽しんでいただければなと思っております。初手相手の方2六歩、3四歩に、4八銀、4二銀、そこで2五歩、3三銀、そして5六歩、8四歩に、7八金と、居飛車のね、お互いに飛車を縦に使うということで相居飛車の将棋なんですが、一点ね、先手の側がこう7六とついてないというのが一つね序盤のポイントでね、対局編のね時も言ったんですけれどもね、場合によってはこう6八銀から5七銀左4六銀と上がって角を引くような形になりますとね、これは先手が後手ほど多く指しておりますけども、嬉野流という形になりますね。この角嬉野流という指し方はこの角道を開けないのが大きなねこういう特徴の一つですのでね、先手方の形はそれも含みにしているというところですね。で私の方はね、この7八金に5四歩ということで、結構自然な駒組みですね。はい。で5四歩に対して、6八銀、8五歩、そして、5七銀とね、右とね、右の銀が上がったのでね、これで少しね嬉野流のね指し方ね、角を引いて使うにしても銀がね2枚かぶる感じになりますので、銀が左でいけばね嬉野流といった感じでしたかね。で5七銀右に、私の方は6二銀、そして9六歩、5二金右で5八金に、4四歩と。そうですね、嬉野流という指し方ですとね比較的急戦になりやすいんですが、本局ね少しこう銀右でね嬉野流の可能性がなくなったことで、むしろねゆっくりとした将棋に、なっていきましたね。はい、私の方はだからじっくりこう矢倉を進める。で先手側はどうやら雁木になりそうだなとね感じですね。はい。で、6六歩とつきまして、4三金に6七銀と。ここで6七金右と上がって歩をついて銀上がると矢倉の格好になるんですけれども、矢倉という形のね特徴はここに銀が来ることでこう飛車先の歩交換を防ぐというのが一つねメリットの一つなんですよね。こちらをご覧くださいね。先手側がこう2四歩とね交換されないように3三に銀がいるので、矢倉のメリットはね飛車先の歩交換を止めることなんですけれども、実はね先手の方の駒組みがもうこれから矢倉にしようと思ってもね、例えば、7六歩と突いた瞬間に8六歩と突かれるので、7七銀の一手がね、間に合わないというかね、必ずこう飛車先の歩交換をされる形なんですよね。そういう場合はね、あまり矢倉にするよりは、6七銀とね本譜のように上がって雁木の方がね、なんていうんですかね、理屈で言えばいいかなという気がしますね。はい。で7四歩に7六歩で7三桂と。そうですね、この速い桂跳ねが実は雁木に対する対策の一つなんですね。何気ないところでもちろんね、この局面で何をやっても大きく局面が得する損するはないんですけれども、雁木という指し方の特徴はこう銀がね一つ矢倉に比べて中央寄りになっていることで、この角をね引かずに、私の方はこの角使おうとしたらこう引いて使うしかないんですが、雁木の場合はねこう縦にこうね縦ですかね角を伸ばしてね使っていくというね、指し方が来るんですね。だから必ずこの歩をついてくるパターンが多いと。ですのでこの歩を突かれる前に桂馬を飛ぶことで、ついてきたらね場合によっては取っちゃうよということで相手を牽制するという意味があるんですよね。で桂馬を飛びますとね常に桂馬の頭というのは怖いんですが、現状ですとね先手の方は歩はないですからこの歩をついてくるということもないですし、速い桂跳ねですがこのね6五歩を牽制するといった意味合いの桂跳ねとなります。で7三桂に対して先手6九玉、そして3二金、これも何気ないところですけど雁木対策で早囲いをするのであれば4二玉3二玉という駒組みなんですけれども、本譜に見られるようにね、この角の利きや飛車を横に回してね縦からの攻めを雁木はしてきますので、実戦のようにね3二金と上がって早囲いよりはね玉を下から移動させていく形の方が受けやすいというで、ちょっとしたこれもちょっとした工夫になります。で3二金に対して3六歩4一玉、もちろん形勢は互角ですね。これで別にね矢倉がうまくいってるということではないですけれどもね。はい。で4六歩で3一角、これはね角使うにはね絶対引いておきたいところですね。で3一角に対してここでね先手側が動いてきましたね。4八飛車と。イメージはねこの角を道を開けて
例えば5五歩とかね、この角で動いていくようなことやってみたいんですけれども、私の方がね桂跳ねを早くしてますから若干つきにくいんですよね。突いたらやっぱ取られる可能性がある。あるいは突いた時にこうねあえて取れる方を取らないで突くというのも手筋の反発で、同歩同角となるとね、結構角が出てきて攻めにくくなるといった感じで、まあ雁木側もね6五歩と突くタイミングを測ってるわけですね。で本譜は4八飛車と回って飛車を準備してね、最後にこの歩を突こうという構想なのではないかなと思いますね。で4八飛車に対して私は9四歩と突きまして、1六歩1四歩と。で3七桂に対して8六ですね。でこの8六のね飛車先の歩交換はまあいつでもできるんですけれども、角を引いた後にやることで同歩に同角と、先ほどまでですとね飛車でこう行くしかない格好ですね、角飛車ね。そうするとふーって飛車が下がると、実はねこれよりも実戦のように角を引いて角で歩交換をすることで歩を打った時に実戦のように4二角と引くと、この角をね一手ね手を得することができるんですよね。まあこれ何気ないところですけども大事な手筋なのでね、ぜひぜひ皆さんも参考にしていただければなと思います。で4二角と手順にね角の位置を微調整しまして、これに対してね先手がついにね動いてきました。まあここからがね、まあ、本局なんていうんですかね、結構まあ結果的には短手数の決着になるんですけれども、まあポイントですよね。本局を大きく形勢を左右していくところですよね。まあ難しいんですよね。先手のもここを突きたいんですけどね、ここを突いて先手の理想するとこうね角を伸ばした上でこうやっていきたいんですけど、突くとやっぱ同桂と取られる形がどうしても、例えば同桂と取って6六銀に例えば6四歩と突かれると結局角また止まっちゃうんでね、仮に同桂に銀を引いても現状歩がないんでね、逆にこう歩打っていく歩がないので、歩にまだむしろこうねまた本譜もあるんですけど、こう攻めてこられる可能性もあるので、この辺でちょっと雁木側は指し手が難しいと。実際4五歩と言ったんですが、同歩にそうですね、同飛車もね実はやりにくいところがありまして、これ同飛車ですと6四角と出る手が結構嫌な手なんですよね、桂取りで。まあ歩を受けてくれると飛車下がれていいんですけどね、桂取りを防ぐ方法が実は難しくて、まあ例えばこうやっちゃうとね、これ一番ひどいですけどね、こう死んじゃいますし、まあ金が寄ったり上がったりでもこれもね飛車が狭いと。まあ飛車をこう引くような形で受ければね飛車が出すけど、今度こうね7五歩3五歩みたいな手があって、結局こう6五歩には同桂があるんでね、6五歩同桂で例えば銀が上がってこう取り込むとか、ちょっと急戦ね激しい戦いですけど、こちらを取ると角をなってくるような感じで、これちょっと雁木派が苦労してるのね皆さんお分かりいただけるかなと思います。まあ3七桂7三桂、まあ先手で言えばね先手番なら3七桂になるんですけれども、右桂を使っておくことでいつでもこう角を出る反撃を用意しておくと、結構先手側はね雁木側がこう苦労するんですよね。実戦は4五歩同歩に3五歩とね、これも手筋ですよね。でまあ同桂ですとね、まあ銀上がられたり銀引かれたりしてもちょっと攻めが難しいんでね3五歩を入れてきたんですが、ここで4四銀とかわすのがまた手筋ですね。取ってくれば歩を打てば、これはね結構楽にね手が作れますね。桂馬が逃げてこうなるとね雁木はこう王様のねすぐそばになりますからね、非常に厳しい時になります。ということで実戦は4四銀に対して4五桂とね取ったんですけれども、まあどうでしょうか、印象としてはやはり角道が通ってないんでね、やや攻めが軽いかなという感じですね、雁木側の。ここはですね、まあ実戦は3五歩と取ったんですけど、3五銀もあったと思いますね。銀で取る、本来角道は通ってるとできない取り方なんですけども、銀で取って次に歩を打てればね、かなり攻めが細くなりますね。例えば6五歩とついても、4四歩と打てばシャットアウトできる格好なので、まあ、これ仮にね3三歩と打ってきても、まあ、金が逃げる手もあるかもしれませんし、仮に同桂とねさっぱり取ってしまっても同桂成同金上がるという感じ、仮にね仮想図ですけどこうするなとしてどうでしょうかね。まあ、桂馬交換しましたけれども歩をね、後手は3枚手に入れて、先手は歩切れですからね、これはちょっとやっぱり先手の攻めが止まってる感じでしょうね。ということでまあ3五銀と取る手も私は方と後手の方のね対応としてはあったと思います。まあ、実戦はですねもう一つの対応の仕方ですね、3五歩と歩で取ったんですね。はい。で歩で取ったので、一応ね歩に対して、まあ、4六銀とね応援する猶予がねできたわけですね。で私はねただ歩で取ったら狙いがありまして、この3六とね
これぜひ皆さんに覚えてほしいんですね。取っただけじゃなくてこう一歩もう一歩伸ばすと。でこう伸ばすことで繰り返しなんですけど、この地点がね、飛車の弱点なんですけれども傷になってるんですよね。何かの時に例えばいつでもこう銀を取って、銀桂交換でもと金を作るよっていう手筋がありますし、ここに歩が伸びてるだけでね、この4六の銀のね動きを、かなり制限してると。で実戦は4七飛車とね受けたんですけれどもね、これがいわゆるね将棋用語で利かしっていうんですね。利かし、こう突いて浮いてね、この交換が先手にとっては浮いても別に次この歩を取れるわけじゃないですし、いつでもなる筋があることには変わりがないので、この交換がね、後手が得したという感じですね。さてここですよね。ある程度ポイントを稼いだところで、ここからね、具体的にどうやって、さらにねリードを奪っていくかということで、実際はねこの3枚歩を持っていることに注目しまして、雁木の弱点をついていきました。ゆっくり指すならね、例えば王様寄るとか手はねいっぱいあったと思うんですが、実戦は8六歩とね、やはりこう雁木の角の頭をね銀で守ってないのでね、矢倉と違ってね一つ弱点となります。これは同歩と取るしかないんですが、ここで2つの方法がありましてね、実戦は8七歩と直接打ったんですが、8五歩という手もあるところですね。こう継ぎ歩という手筋ですね。これで放っとけばもちろん取り込みが大きい手になりますし、同歩と取った時にね、8六歩と垂らしておくと。これでやはりね角の頭をすごく受けにくい、次に飛車が走れば破れそうな形になってきますよね。受けの手筋は例えば角を下がるような手なんですけれども、これで飛車を走って歩を受けさせたりすればね、これは相当気分がいいですよね。さらにこう飛車の動きで何かこの辺の桂馬が例えば歩をなって取ったりもできそうですし、これも一つありましたね。でこれができる理由はね、やはりここら辺のね先手の最初の攻めに対してね歩をいっぱい後手が入手したのが大きいんですよね。いっぱい歩がないとできない攻めなので、3枚歩を持ってることでね、継ぎ歩攻めというのも一つ有力でした。実戦はねより厳しくですよね、この同歩の時に8七歩とね直接打っていったのがより厳しい手筋の攻め方ですね。でこれに対して実際は同金だったんですが、角を引いてくれますとね、先ほどの変化に比べてね一手で角を引かせることができるので、これ例えば飛車を走っとくとかね、こういった感じでも後手が十分でしょうね、押し込んでいるんでね。実戦は同金と対応したんですけれども、こうしておいてから角を出るのはね、これちょっと覚えないとやりにくい手攻め方なんですけれどもね、わざわざ金を呼んでから角を出ると、単に角が出ると歩を打たれて再生されてしまうので、ある意味敵の打ちたいところに打てるじゃないですけどね、こう金をおびき出してから角が出るっていうのが、激しい攻め方ですよね。でこれに対してですね、こうですね、同金って取りますと同飛車と取って角は失うんですけれども、角取りがね受けにくいですよね。この角取りと飛車成りをいっぺんに受ける方法は王様上がるしかないですけど、そうすると金打たれてね崩壊してしまうので、これはね、後手のね雁木側の攻めが成功した形になります。実戦は7八玉と上がって、これはね受けのテクニックですね。非常にやり方強い方でね、これでテクニックで、実戦角を引いて歩を受けましてね、部分的には、これで受けがうまくいった形なんですね。今度同角なら同金と今度は取れるわけですね。同飛車の時に王様一手上がってればね8七歩と打てばね破られることがないということで、部分的な受けの手筋なんですが、この場合ちょっとね違った事情がありまして、この時に後手の持ち駒に歩が2枚あったのがね大きかったですね。これね何気ない局面ですけど、あと数手で先手陣がね崩壊してしまいます。ここでね8五歩と、これねもうすでに受けが困難ですね。実はこう打たれてみるとね、次はね取り込まれる手がもうめちゃめちゃ厳しい。角を上がっても取り込まれて数がね足りてないですよね。ですので、当然これは同歩と取るしか本来ないとこなんですけれども、その時に歩がないとねなんもないですけど、もう一歩あるんでね、この手がもう激痛ですよね。角がもうもろにヒットしてますから、実戦9七金と、寄ったんですけれども、8五桂と飛んでもう定石通りの攻めがね炸裂しましたね。で金が9八逃げたんですが、さあ次がねもう完全に決め手というかね、決め手と言いますけども、最後のね決め手です。9五歩ぐらいでももちろんいいんですが、歩をなるのがね
次の一手ですよね。これねダンスの歩のような手筋でして、で同金で取るとね今度打たれると桂馬が飛んでるんで金がで死んでしまうということで、実戦は歩成に同玉と取ったんですが、最後はね痛快な手がありますね。9七桂成と、なかなかこんなに綺麗に決まることないですけどね。飛車とね成桂の両王手で角が効いてますからね。こういったところでね相手の方の投了となりました。これはね以下はもう罪はないです。王様に逃げれば罪はないですけれども、もう角取られても金取られてもね、もうこれは戦意喪失ですね。同香に8七金って感じでね一方的に敗れますので、後手の陣形はね手つかずということで投了もやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね将棋を指しました対局の解説編をお届けいたしました。局面だけ見れば最後は大差の勝ちというね感じなんですけれども、そこに至るまでのね、準備ですよね。雁木に対する考え方や、相手の雁木という作戦やはり角をね使うのがすごく、大事になってくるので、雁木側の角をね、押さえておいて逆にその角をね狙って攻略するというのところをね皆様の対局の参考にねしていただければなと思っております。この動画が良かったらという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。